こんにちは、ゼキザップです。今回の動画は前回の続きになっているんですけど、11月上旬ハンター株で山梨ツーリングをやっております。で、現在いるのは、富士山が見える小路湖なんですが、ご覧の通り一面霧ということで、せっかく朝3時半に、群馬を出発して気温マイナス3度の中ここまで来たんですが、しょうがないですかね。とりあえず次は本栖湖に行きたいと思います。これじゃ本栖湖の方も期待はできなそうですね。一応前方の視界は晴れてきましたが、これはもうこの辺り一帯全部霧になってるかもしれませんね。けど抜けたな。ってことは行けるか。本栖湖から富士山、それが見れたらね、今回大成功という感じなんですが、じゃあこちら右折して、ダメだ、霧になってますね。なるほど、こんな感じで各湖のところで、もやが発生しているということで、これは気温が上がってきたがゆえですかね。だとしたらこの11月っていうのは見に来るタイミング変えないとどうにもならなそうですね。一応この先左折してね、定番のスポットがあるんですけど、厳しいよな。ダメですね。それでは甲州いろは坂下っていきます。今回富士山を見るっていうのが一番の目的だったので、正直ね、どこからも見ることができなかったっていうのは、これかなりショック大きいですね。さあ、トンネルを抜けたら一切霧がないということは、これはやっぱり湖のところだけだったみたいですね。来る時間完全にミスりましたね。あれですね、湖のところだけもやが出てて、それ以外はかなり綺麗ですね。特に光が当たっているところは紅葉が見事。せっかくのね、紅葉シーズンですし、快晴なので、もう気持ちを切り替えて今見える景色を楽しみたいと思います。とにかく光が当たってるところは綺麗ですね。そして道も新しくなってるんで、甲州いろは坂だいぶ走りやすくなりましたね。こんな感じで、この辺りはなんかタイミング間違えたら路面凍結してそうな、それぐらい冷え込んでますね。ただ幸いまだ電熱ベスト効いているので、どうにか走っています。ただちょっとトイレがさすがに厳しいな。道の駅三富からここまでトイレ休憩なしなので、ちょっと一回トイレ休憩させていただきます。道の駅は空いてなかったですけど、トイレが使えて助かりました。そしてまだ電熱ベストがついてるか。そうですね。あと20分ぐらいで切れる感じだと思うんですが、この分だったら日陰を抜けて日が当たり始めた頃に切れるんで、ちょうどいいかもしれませんね。さあ、それではここからはゆるキャン聖地巡礼ツーリングやっていきたいと思います。まず目指すは身延まんじゅうですかね。確か8時半オープンだったと思うので、うまく時間を調整しながら走っていきます。甲州いろは坂を下りまして、左側には下部温泉ですね。ここの温泉が結構ぬるいんですよね。一度入ったことはあるんですけど、こちらもゆるキャンで紹介されましたね。で、このまま富士川沿いを走っていて身延を目指していきます。ここら辺は春になると桜がすごい咲いていたりするので、紅葉シーズンよりかは桜の方がね、綺麗かと思います。さあ、あっという間に身延までやってきまして、やっぱこの辺りはなんかね、一目見るだけでゆるキャンの聖地に来たなという感じがしますね。この右側のベンチ、ここに座って食べたいけど今日はやめときましょうか。無事身延まんじゅうを大量に買うことができました。で、ここで食べたいところなんですけど、今日はこの後会社のツーリングメンバーと合流するので、自分の方は先を急ぎます。どこかしらでお腹が空いたら食べたいと思います。それでは国道52号に合流しまして、ここからただひたすら道なりに走っていきます。で、この道沿いもゆるキャンの聖地があるんで、立ち寄りたいところなんですけど、とりあえず先を急ぎましょうか。この左側にね、セルバがあるんですけど、ここもゆるキャンの聖地ですね。
こうやって身延を走っているとまたねゆるキャンを一から見たいなと思うのと、こうやって編集をしていてもやっぱりゆるキャン見たくなってしまうんで、やっぱね聖地巡礼ツーリングっていうのはいろいろと影響を受けますね。そしてガソリンスタンド見えてきたので、ここで1回満タンにしておきます。ここまでの燃費、気温も低かったし相当悪そうですね。さあ今回のツーリング燃費は 58.4 ということで、60を下回ったのは久しぶりですね。ここまでほぼノンストップで走れてはいるんですけど、それでも60を下回るとなると気温の影響が大きそうですね。だから夏場だと64とか65とかは出るんですけど、11月にもなると仕方ないって感じですかね。でここから先は初めて走る道となります。とりあえず曲がるタイミングだけ要注意で、このね警察署があるところを曲がっていって、でここから走る道もゆるキャンで登場した西部広域農道となっております。なのでね一度走りたいなと思っていました。ゆるキャンのアニメでりんちゃんが走っていた道ですね。いや同じところを走れる、やっぱりねゆるキャン好きとしては嬉しいですね。そしてこの辺りを走っているということはもちろん目指しますはループ橋となっています。本当は桜のシーズンに走るのが、聖地巡礼としてはぴったりではあるんですけど、せっかくね今回、会社のメンバーと合流する前の過程に、この西部広域濃度を入れられたので、季節外れではありますがループ橋の方を目指していきます。個人的に気になるのはアニメでの再現度がどれぐらいあるのかっていうところですかね。ループ橋から富士山が見えるっていうのが、アニメの中だとあったんですけど、結構富士山からここって距離があるんで、本当にあれだけ大きい富士山が見れるのか、そのあたりは気になりますね。今日のツーリング富士山がメインだっただけにさすがにここまで引きずってますね。本当はね小路湖とか本栖湖から富士山を見れるっていうプランだったんですが、この先のループ橋からちゃんと見えるんであれば、これまでの過程が無駄じゃなかったかなと思えてきますね。なのであえて後ろは振り向かずにそのままね走っていきます。そして初めて走る道ということだけあって、なかなか撮影の方は難しいですね。どこの景色がいいのかとかそういうの全く分からず走ってるんで、そういうのが久しぶりでもあるので、なんかね今日は刺激が多いツーリングになりましたね。で無駄に SD カードの容量だけ食っていくという状況が続いております。とにかく早くループ橋に到着したいですね。ようやく来たか。この90度に曲がっていくコーナー、これが一つ目印にしていたので、そろそろループ橋かと思います。で分かりにくいですけど、ここの何もない交差点を曲がると遠くに見えましたね。ちょっと GoPro だと確認はできませんが、目の前にね今ループ橋があります。ようやく見えた。こうやって見えると安心しますね。じゃあループ橋を目指して一気に走っていきます。さあ左側にあるのがループ橋なんですけど、ちょうど GoPro の角度だと見えないですね。ただここ曲がれば目の前にあります。まさしくアニメで見た景色。いや最高ですね。さて、こちらがゆるキャン3期の聖地である、ループ橋ですね。りんちゃんがここをねビルでドドドドドドって走っていくところがあるんですよね。でここで写真を撮れたので次行きますか。今9時40分で、一応次は小淵沢の道の駅に10時半予定なんですけど、どうだろうな、ここから間に合うかな。今回これから会社のツーリングに合流する感じになります。この間の日光ヴィーナスラインみたいな感じで、自分の場合やっぱね距離もあるし、こういう風に途中で合流するスタイルありだなって最近思いましたね。ということで再出発します。はい、それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。このループ橋からの富士山なんですが、一応見れましたね。ただアニメで見たようなでっかい富士山は見れなかったんで、そのあたりはやっぱり補正が入っていたかということで、ちょっとショックを受けております。
ただここのループ橋は春の桜がメインになってくるので、また機会があればね、桜を見に行きたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。